はい、皆さんこんにちは、柴崎です。今日はね、果物を取りに来ました。秋の果物ですね。ほら後ろに見えてるでしょ。これです。柿ですね。ちょうど今頃色づいてきて食べ頃です。こいつをねほっとくと、実はこの山の上から動物が出てきて、もうちょうど美味しい今の時にみんな持っていってしまうんですね。なので、私も負けないように今日収穫して、食べてみようと思います。よっ、取れそうですね。よっ、わっとさっきまで雨が降っていたのでちょっとね雫を落っこってきました。これですね。まあお店で売ってるよりもね、こういうとこ傷なんかついていて、あんまり見栄え良くないんだけど味は同じですはね、美味しいです。でいつものことながら全く、農薬とかですね、そういうものを全くかけてないので、もう皮から食べても安全です。そうだな、もっと上の方のねこの柿の取り方ってあるんですよ。それをお見せしましょうか。ちょっと待ってくださいね。はい、聞こえてますか。高いところにある柿の実をどうやって取るか。それはですね、この竹の棒で取ります。2メートルぐらいの竹の棒です。そしてこの竹の棒をね、この先端の方ですね、この先のところ、ここをね今刃物でこう切るっていうか割ってきました。見えます？その弾力を利用して、ここの割ったところにですね、これのこんなやつ、こんな枝の一部を使いまして、この間にここにこの枝を入れるんですね。そうするとこんなものができます。これを使って、柿を収穫します。面白いでしょ。やったことある方いるかな。では取ってみますね。このところ、これね、この割れたところをこういうところに、ここの枝のこういうところにこうやって差し込んで、ぐっと中までこう入れちゃうんですね。要するに挟んだ状態です。挟んだらこれをねこう思いっきりこうやってぐるっとひねると、こんな風にね取れてくるんですよ。ちょっと得意満面の顔してるでしょ。ほらね、ここの割れたところに柿の枝が挟まってね、取れたんですね。特に柿の枝というのはですね、他の植物に比べて折れやすいんですね。折れやすいので、その柿の枝が折れやすいっていうのと、この竹が非常にこう柔軟性があって強いという両方の特性を利用した取り方です。昔の人はすごいこと考えますね。ほら、もうそうするとこんな風に綺麗に取れるんですね。このまま絵のモチーフにしようかなと思うくらいですね。じゃあこんな具合でもうたちまちねいっぱいに取れてきました。でも柿はねいろいろ種類があって、ちょっと違う種類のね柿を取りに行ってみましょう。これは僕が植えた柿の木ですね。これも大きいんですよ。これどうだろう。もう柔らかくなって、もう一人で取れてしまうですね。柔らかい。少し固めのやつも一個取っていこうかな。よいしょ、取れました。はい、柿をね、外から取ってきましたので、今からその柿を生かした、クッキングを
やってみたいと思います。今日はね、ここに3種類の柿があります。味も少しずつ違うんですけど、そうだな、どれ使おうかな。はい、ちょっと剥いてみます。柿は少し皮を厚めに剥くのが剥いた方がいいですね。そうだな、何年前だろう、7、8年前、イタリアのね、どこだ、ナポリの近くだったかな、なんかに行きましたら、柿のね、この柿がね、たくさん栽培されていてね、びっくりしました。そしたらお話を聞いたら、以前なんか日本からなんかね、導入されたんですって。で、今イタリアではだから柿のことを知ってる人が結構多いのかなと思います。はい。もうこのままでも美味しいんですけどね。このちょっとね、大きい柔らかい、これも今日使ってみたいと思います。これちょっと洗いましょうね。ほら、美味しそうでしょ。もうとろうとして本当に甘いんだよね。これをこっち置いといて、僕の子供の頃はまだ日本が結構貧しくて、あまりお菓子なんかいつも食べられなくてですね、お家にある柿とか、時々よその柿とかですね、食べてました。これ綺麗だね。はい。今日何やるかっていうと、これ今日スーパーに行ってきたらね、このタイの刺身が売ってたんですよ。これを使ってね作ってみます。はい。で、使うのはこれと豆苗、お酢、オリーブ油、お醤油からちょびっとバルサミコ酢ですね。こんなものを入れてみたいと思います。はい。ではこれをね、ピューラっていうこれで薄剥きにします。この薄剥きにしたのをですね、並べていきます。並べていきます。多分こんなよりは誰もやってないと思うんだな。こんな感じかな。はい。そうしたらさっきのタイの刺身です。食べやすそう。そしたらこれをちょっと引いていきます。できるだけ小口に食べやすく。見える？見えない。まあでも要は薄くそぎ切りにするってだけですね。でこれをこの上に並べていきます。ここもいいな。こういう腹のところは美味しいんだよね。ここに豆苗を散らします。見えるかな？見えますね。こうやって自然な感じに散りばめていきます。やっぱり下から柿が見えてるところが大事かなと思います。補充します。で、切って細かく切ります。で、食べた時のね、歯ごたえが楽しくなるようにこのくらいでいいかな。そしてこれをちょっと盛り付けます。よいしょ。さあ、これで盛り付けが完了しましたので、ここで、ソースを作ります。ソースの決め手も柿です。スプーンで柔らかなところですね、取っていきます。はい、で取りましたので、こんな感じです。トロトロ、きっと甘いと思います。オリーブ油ですね。で、こっちにもちょっと足して、お酢です。お醤油です。このくらい。よく混ざりましたので、これをね、この上にかけていきます。
ね、たっぷりかけましょうね。たっぷりと。これ見たらきっと誰か真似するかな。でももう誰かやってたりして、この柿がね、素晴らしいんですよ、これが。ね、見た目もなんか素敵でしょ。このくらいかな。もっといっぱいかけちゃおうかな。多分これは見たことないだろう。バルサミコ酢ですね。これを少しだけ。バルサミコ酢があんまり多いと柿の風味はなくなっちゃうので、これを、ちょっと分かったかな。ごめんなさい。ちょっと分かった。もうこれね、見ないことにしてください。もうこんなもんです。ここのところ少しバルサミコ酢をちょっとこぼしちゃったんだけども、まあこれも愛嬌だと思ってね、許してください。これがそうですね。タイの柿、タイと柿のカルパッチョです。敷いて、お風呂が沸きました。柿はね、さっき外で取ってきたし、タイはこれはスーパーで買ってきたとても、新鮮なお刺身ですので、みんなフレッシュです。では、いただきます。冗談じゃなくて美味しいです。忘れてました、僕。食べてみて忘れた。実はね、ここに黒胡椒をね、ちょっと入れたかったんですね。本当はここに、最初にね、ソースで足した方がよかったんだけど。じゃあ改めていただきます。タイが上品なお魚ですので、タイのを食べながらも、ちゃんとこの柿のね、風味が、あるいは旨味がね、そのまま出ています。これは、僕が初めて作ったと言いたいけど、誰かやってる人もいるかな。これは絶対ご飯で食べるよりも、僕はお酒飲まないけど、何かワインとかね、そういうのと一緒に食べた方がいい感じですね。なんかそんなご飯じゃないものがいい。すごく優しい柿のね、本当にこう、深い感じのね、味わい。これ絶対、あれだよ。誰かね、作ってみたらどうでしょう。柿を使ったね、柿とタイのカルパッチョ、柴崎風でした。もしよかったら、お気に入りと、そしてチャンネル登録もまた今日もよろしくお願いします。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた。皆さん、こんにちは。柴崎です。私のね、個展が無事に終わりました。そして、たくさんの方がね、来てくれて、本当にありがとうございました。心から御礼申し上げます。で、また、実はこの場をちょっとお借りしてね、この私が終わったこのすぐ後に、実はうちの妻もね、ここで発表会をやろうと思ってます。お花の絵ね、たくさん描いてますからね。この、案内状をね、載っけておきますので、おいでください。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。